皆さんこんにちは。虹色の朝日こときみかです。この番組では発達障害の子育てについてお話ししております。初めてこちらのポッドキャストを聞かれる方は YouTube チャンネル虹色の朝日もぜひご覧ください。今回の配信では我が家の息子朝日の生い立ちについてお話ししたいと思います。過去のエピソードに関してはプレイリストにまとめていますので、概要欄のリンクの方からよかったらまとめてお聞きください。前回のエピソードは朝日が幼稚園面接を受けた時のお話、そして幼稚園未就園児クラスに入園した時の当時の様子を振り返りながらお話しさせていただきました。当時の朝日の問題行動についてもお話しさせてもらったんですが、今回はその問題行動の中の一つ、癇癪にまつわるエピソードをいろいろお話ししていこうかなと思います。その癇癪に対して、どういうふうに対応してきたか、どんなものを使ってきたかというものも最後にご紹介したいなと思っております。どうぞ最後までお付き合いください。現在10歳になった朝日なんですけれども、先日お友達と公園で遊んでおりまして、そんな様子を見ながら、本当に穏やかに公園で、友達とね遊ぶことができるようになったなぁなんて、過去を振り返りながら懐かしく、そしてその成長を嬉しく感じておりました。朝日のこれまでの子育ての中で、癇癪による大きな怪我をしたというそんなエピソードがあるんです。これは、YouTube でもそうですし、本なんかでも紹介しているエピソードではあるんですけれども、朝日が2歳、3歳くらいの頃に、本当に頭に、おでこに、大きな、もう見たことのないような本当に単コブを、ボーンと作ってしまったというね、エピソードがあるんですよね。ちょうど朝日が、その未就園児クラスに入園するちょっと前の出来事だったんですけれど、なのでおそらく2歳6ヶ月とかそのくらいだったんじゃないかなと思います。その時ちょうど公園に長男と次男と朝日を連れて遊びに出かけていたんですね。いつも公園に行くと楽しそうに遊んではいたんですが、とにかく当時の朝日は順番も守れなかったですし、帰ろうって言っても帰ってくれないですし、お友達が使っているね、砂場の道具とかを見つけたりすると、それを勝手に使い出して、うまくお友達と貸し借りができないので、そのお友達とトラブルになってしまったり、そんなことがよくありました。でも、2歳、3歳とかってね、そういう時期でもありますよね。いろいろと自我も芽生えてくる時期でもありますから、お友達とのやりとりで喧嘩になってしまうなんてことって、特性がなくても発達障害じゃなくてもよくある光景なんじゃないかなと思います。でも明らかに違ったのは、そういうトラブルになった時に起こしてしまうその癇癪っていうのが、長男や次男を育てた時とは全然違うというか、手に負えない、それを初めて朝日の子育てで体験したんですよね。一番激しいなって感じたのは、癇癪を起こした時に頭をね、壁にぶつけたり、地面に頭を打ちつける、のけぞって後頭部をガーンと地面に叩きつけるみたいな、そんな行動がね、当時はよく見られていたんですよね。もう初めてその光景を見たとき、自分の手で頭をボンボン叩くみたいな、そういう姿を見たときは、私も一瞬固まってしまって、夫もびっくりしていたので、夫と一緒に固まって二人で目を合わせて、しばらくその場から動けなかったっていう。それがね、未だに覚えていますね。二人でどうしようみたいな。今何が起きてるみたいな。朝日の癇癪を初めて目の当たりにしたあの時の状況を今でもはっきりと覚えています。でも
そういう怒りだったり不安っていうその感情を持つこと自体は、誰でもどんな子供でも起こる自然なことだと思います。でも今だからわかるんですけれども、やっぱりそういう発達障害、特性を持っている子供たちというのは、その気持ちのコントロールをうまくできない、言葉で表現することができない、そういったことから癇癪が起きた時に、床にひっくり返ってのけぞってみて泣いてみたりとか、物を投げたり、物を叩いたり、周りの人を殴ったり蹴ったり、あるいは噛んだりする。他にもいっぱいあると思うんですけれども、そういった癇癪が見られたりするんですよね。時にそれがひどくなると、癇癪を起こしている時に、もう本当に自分で、その衝動的な行動として、自分自身を傷つけてしまう、そういう行動が見られる子もいると思います。さっき私がちらっと話したように、朝日も一時自分の頭を結構叩く、そんな姿が見られる時があったんですよね。もちろん発達障害の特性を持っていても、そういった行動が見られないというお子様も全然いらっしゃるんじゃないかなと思います。もう当時私はどうしていいか本当にわからなかったので、もういろいろ本を見たり、ネットで検索したり、そんな感じで勉強していくうちに、ちょっとずつ癇癪とうまく付き合えるようになってきたわけなんですけど、この癇癪っていうのは、子供の目的の達成のために起こる行動だっていうふうに言われてるんですよね。例えば、おもちゃを取り上げられましたと。そしたら癇癪を起こすことによっておもちゃを返してもらえるんじゃないかというね。その子もおもちゃを返してもらいたいという目的の達成のために、癇癪という行動で目的を達成しようとしているわけなんですけど、今振り返って思うと、朝日、この癇癪がいつ落ち着いたかって思った時に、やっぱり言葉が出るようになってから、この癇癪っていうのはちょっとずつ落ち着いてきたなって思うんですよ。だって言葉が出れば、その行動で自分のその目的を達成しようとしなくてもいいじゃないですか。言葉でね、おもちゃを返してほしいって、取り上げられたおもちゃそれ返してって伝えれますもんね。当時癇癪を起こしまくっていたあの時の朝日っていうのは、2歳、3歳の頃は軽度知的障害っていう診断を受けてますから、やっぱり、知能の遅れ、言葉の遅れというのもあったので、やっぱり言葉がなかなか出なかったということで、癇癪も頻繁に起きてたんだなというのを、改めてね、振り返ってみると納得できるところもいっぱいあります。発達障害の特性を持っている子どもたちの中には、気持ちのコントロールが難しい子だったり、自分とお友達の意図をすり合わせるのが苦手な子だったりとか、言葉の発達にね、朝日のように遅れがある子だったりとか、そういった伝える手段としてどうしても癇癪を起こすという行動へつながるケースも特性を持っている子は多いんじゃないかなって思います。でもね、癇癪を起こされると親も大変ですが、癇癪を起こしている子供もやっぱり辛いんですよね。すごくきついと思います。うまく伝えられないんですもんね。ただ目の前でずっとね、泣き叫ぶ子供を見ていると、どうしても早くね、泣き止めさせないとって、こっちもイライラすることあるんですけどね。でも、本人もきついんだ、しんどいんだって伝えられないもどかしさ、伝わらないもどかしさ、理解してもらわない悲しさみたいな、そういう気持ちを親がね、理解してあげるっていうのも重要なポイントだったりするんじゃないかななんて、癇癪を乗り越えて今になって振り返って思うことでもありますね。その朝日が、大きな単行部を作ってしまった日なんですけれど、
私がね、公園から帰るよーというふうに何度伝えても、朝日はですね、その帰りたくない、嫌だという感情を抑えきれなくなってしまいまして、もうその時は激しい感触を起こして、もう頭をブン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 横に振って、嫌だ嫌だ嫌だみたいな感じで、もう泣き叫びながらですね、もうどこ向いて走ってるんだっていうぐらいの勢いでブーンって走っていったんですよ。もうあれこそ暴走本当に暴走ってこういうことなんだなっていうぐらいの、どこ見て走ってどこに向かって走ってんだろうっていう、そんな勢いでブーって走っていったんですよ。で、感触が起きた時は、なるべく本人が落ち着くまで、いらんことを言うのを私はやめておこうというふうに学んでおりましたので、そっと落ち着くまで待ってよーというふうに思っていたら、その時ですね、ちょうどつまずいてしまって転んで滑り台の角のところにおでこをバーンと打ちつけてしまって、もうそれはもう一瞬にして、もうおでこから本当に何が生まれたっていうぐらいポコーっとですね、これを単行部と言うんだっていうぐらい、もうピンポン玉より大きいんじゃないかな。本当に、一回り大きいくらいのその単行部がおでこのところにできてしまって、私も血の気が引いて、とりあえずもう朝日を抱えて、もうこれはまずいと思って病院へすぐね連れて行って検査をしたというのがあったんですよね。公園では本当にそういう感触っていうエピソードがいろいろあったので、当時私はもう本当に公園のベンチで座って遠くから朝日の様子を眺めるなんてことはとてもじゃないけどできませんでしたね。危なすぎるっていう、もう公園からいなくなっちゃうんじゃないかなというふうにも思っていましたし、常に朝日の後ろをテクテクついていくみたいな、とにかく、見張ってなきゃいけないっていう、そんな感じでしたね。なので、当時、幼稚園のお母さんたちとかからも一緒に公園に行こうって誘われることもあったんですけど、もうそういうお誘いは全部断ってましたね。行っても結局別行動みたいな感じになって、これ私たち親子二人で来てるようなもんや、みたいな感じだったんですよ。公園で他のお母さんたちは、子育ての悩みとか、幼稚園でのエピソードみたいなのを共有しながら話されてるんですけど、その話に参加できるわけもなく、あれ私グループで来てるよねママ友と今公園に来てるよねみたいな。でもずーっと朝日と二人で行動だし、お母さんたちとの会話にも参加できないし、一緒に幼稚園のお友達とみんなで公園に来ているはずなのに、なんだかすごく孤独を感じていた。私たち親子だけ孤立しているような、そんな気分で、公園で遊んでいたなって当時を振り返って思います。とにかく当時は公園を楽しむということが本当にできなくて、もう誰もいないところで遊ぼうと思って、誰も使っていないような公園を探すのが得意になってしまったんですけれども、あれから数年経って、ようやく朝日が、そうですね、友達と遊ぶ姿とかを見ていると、あの日公園で泣きそうになっている私自身に、もう大丈夫だよ、あとちょっと頑張れって、そんなエールをね、ここから叫びたいですね。はい。そういう感触とか気持ちの切り替えみたいなものっていうのは、公演とかだけじゃなくて、他にもいろんなシーンでそういう場面があるんですね。例えば、そうですね、テレビゲームをしていたり、YouTube を見ていたり、そういう、ゲームとかテレビとかを消そうと私がするとですね、朝日のその気持ちの切り替えというのが当時はまたできなくて、
泣き叫ぶような、そんな場面がよくありました。当時めちゃくちゃ悩んでたんですけど、療育に朝日が通うようになって、一番の悩みって何ですかって聞かれた時に、もう癇癪ですっていう、そういう話をして、そしたら、いろんな方法を先生方が教えてくださったんですけど、タイマーを使ったらいいですよっていうのが、そのアドバイスの中の一つだったんですよね。で、そんなね、アラームを鳴って、そんなできるわけないじゃん。私が帰ろうって言ってるのに、タイマーが鳴ってそんな言うこと聞くわけないじゃんって当時は思って、騙されたと思ってやってみてたんですけど、それがね、タイマーでピピピピってなったら、誰よりも早くさっと、スイッチの電源を切って、スマホの電源を切って、元にあった場所にパパパッと収納するみたいな、そんなね、ちょっと機械的にも見えるっていう、そんな感じの姿が見られて、徐々にそういう YouTube とかスマホの切り替えっていうのができるようになっていきました。なので、外で公園で遊ぶときも、タイマーを使って音が鳴ったら帰るよとか、そんなことをね、するようになっていきましたね。で、こういう、ルールを作るときっていうのは、なるべく相手の要求に応えないようにしていました。もう本当に鳴ったら終わりだよって言ったら、もう鳴ったら何が何でも終わりにするっていう、そういう強い意志を持ってアラームをかけるように当時はしていましたね。じゃないとアラームをかける意味がなくなってしまっていくので、先生からアドバイスを当時いただいて、もう本当に淡々と、相手が癇癪を起こそうが、泣こうがわめこうが、タイマーが鳴ったら終わりっていうことを伝えてくださいっていうのを、それを忠実に守ってやっていたのを懐かしく思いますね。はい。こういう特性を持っている子に対して、その見通しを立ててあげるというのはとても、先のことが分かって不安が解消されて、次何をやらなきゃいけないのかが分かって、そういう癇癪も減るというふうにはよく言われますけれども、どうしてもやっぱり難しいのは、急な予定変更だったり、思わぬ事態が起きた時っていうのが、どうしてもね、ちょっとプチパニックになったり、癇癪が起きたりっていうのを防げなかったりはしますよね。うちも、予定変更になると、どうしても朝日の気持ちの切り替えが難しくて、当時すごく手こずったという、そんな記憶があります。皆さんのところは予定変更した時にお子さんはそれをすぐに納得してくれますか？うちはもう本当に難しかったんですけれど、だから本当に当日の朝までその日の予定を言えないっていう時もありました。例えばみんなで三井グリーンランドに行くよっていう日でも、朝日だけにはずっと内緒にしておいて、当日ね、もしかしたら雨が降って中止になるかもしれないし、何があるかわからない。兄弟が風邪ひいて行けなくなるとか、何があるかわからないので、もう当日の朝行く寸前までそれを内緒にして、今から三井グリーンランドに行くよっていうのを伝えていましたね。もし三井グリーンランドに今日行けなくなったって言ったら、もうすごくその時の納得のいかない感じが一日中ずっと続くんですよね。なんで行けないんだ？いつになったら行けるんだ？僕は三井グリーンランドに行ったらこれに乗ろうと思ってたのにみたいな、もうそういうことを一日中ずっと私に言われ続けるっていう、もうしつこいっていうくらいずっと言われ続けるので、特にそういう予定変更があるようなことに対しては、なるべく事前に言わないようにしていたこともあったなと思います。そう、なので、どうしてもそういう予定変更があることってあるじゃないですか。なので、朝日には明日三井グリーンランドに行くけれど、
雨が降った時行けないから、雨が降ったらどうしたいっていうのを朝日に決めてもらうように当時していました。すると、なんかちょっと二つ楽しみができて、A がダメだったら B もあるみたいな、なんかこう、それを作っておくだけでも、感触っていうのが、気持ちの切り替えみたいなのが、それまでよりもちょっとスムーズにできるようになったんですよね。なんか本人がこうしたいって決めることによって、より納得してくれるというか、行けなくなったから終わりじゃなくて、雨で行けなくなったからもう今日は終わりじゃなくて、その他の楽しみを作ってあげておくと、割と予定変更になっても、大丈夫なようにはなったかなーっていう感じですね。もちろんね、大人でもなんか楽しみにしていた予定がなくなったら悲しいから、その気持ちはね、受け止めてあげたいっていうふうには思うんですけどね。はい。当時はもうそういう予定変更にめちゃくちゃ悩まされていたっていう、そんなエピソードもあります。そんな感じで、こう徐々にそういう感触とか気持ちの切り替えっていうのは、徐々にできるようになり、それと同時にこう言葉も増えていったので、思いを伝える、そういうことができるようになってきたので、2歳、3歳の頃に比べたら、そういう気持ちがね、こう激しく乱れるみたいなことは、成長とともに少しずつなくなっていったなというふうには思います。ただですね、やっぱりそういう、なんていうのかな、特性があるとかないとか関係なく、長男次男を見ていて思うんですが、大人になっても、やっぱりイライラすることってあるじゃないですか。感触ではないかもしれないんですけれども、ちょっと気持ちがイライラしちゃって壁をドンってしちゃうとか、なんか、なんだろうな、障子を破ってしまうっていうのはうちはなかったけど、衝動的にこうね、こう物を壊しそうになっちゃうというか、うちだけかもしれませんが、そういうなんかこう反抗期独特な感じなのかわかんないんですけれども、なんかそう注目を浴びようとしているのか、親を困らせようとしているのか、よくわからないんですけど、高学年とかになってくると、そういうちょっとこう反抗的な態度から物を壊してみたりとか、気持ちをね、うまくこう表現できなくて、そういう行動をするっていうことがあったりしたんですよね。もうそれはもう長男に関しても次男に関してもそうなんですけれども、それで私一度、クリニックに、朝日がね、通院していることもあったので、先生に、そういう思春期の子供たちの、そういう態度に対する、イライラに対する、こう、関わり方みたいな、そんな話を相談したときに、先生からはですね、やっぱり結論スルーしましょうという、無視していきましょうというね、そういうアドバイスをいただきました。子供たちがそういう態度でいると、どうしても私もですね、イライラするんですよね、つい、プンプンしちゃうんですけれども、その反応が逆効果だよという話をクリニックの先生からされて、基本的には、いい行動には注目してあげて、そのお子さんのね、こう悪い行動には本当に注目しないようにしてあげてくださいっていうアドバイスをいただきました。本当スルーする力が必要ですということをアドバイスをいただきましたね。子供自身、注目される、親から見てもらえるっていうことはすごく嬉しいというか、やっぱりお母さんに見てもらいたい。そういう気持ちはあると思うんですよね。それはたとえこう褒められることだけではなくて、怒られることも、怒られてもそれってね、注目されていることじゃないですか。お母さんに構ってもらっているっていうか。だから、子供にとってはこう嬉しいことでもあったりするんですよね。だけど、その困った行動っていうのは親からしたらやめてもらいたいことでもあるので、先生は、いいことで構ってあげましょう。
そしたらそういう行動が増えていくからっていう、そういうね、アドバイスをいただいたので、もう当時はもう上の息子たちにもういくら腹が立っても、はいはい、はいはいっていうそうですかーっていうね。私の心の中はもうふつふつと苛立ってるんですよ。でも子供たちには、と言いながら、はいはい、そうですかっていう感じで、頑張ってね、耐えて対応していたなぁと思いますね。はい。当時クリニックの先生にいただいた資料があるんですけど、その資料の中に、そういう困った行動っていうのは、一時的に行動が悪化する時もあるけれども、最終的には必ず落ち着きますので、その落ち着いた時にちゃんとすかさず褒めてあげて、気持ちを切り替えられて偉いねとか、頑張ったねとか、そういうね言葉をかけてあげて、落ち着いたことを強化していくために、そこをね、たくさん褒めてあげてください。強化してあげてくださいという、そんなことが資料に書かれていました。うん。本当に荒れ果ててた長男、次男のそういう時期もありましたけれども、確かに本当に落ち着きました。無事に落ち着きました。もうあんまり対応しないというか、構わないというか、そういう時期なんだなと思って、本当にスルーする力がその時は求められてたなというふうに今振り返って思います。そのスルーする力もそうなんですけれども、一貫した態度で関わるっていうのは大事だというふうによく言われるんですけど、私も朝日がスーパーとかで買ってほしいおやつがあったりして感触を起こすことがあったんですけれども、もう買う前にもう絶対今日は買わないからねって伝えてスーパーに行くようにしたりしてたんです。でその時買わないよって朝日に言った時はもう一貫して絶対に泣こうがわめこうが買わないっていうそういう態度で接していくと、しばらくしてそういう、スーパーでダダをこねるみたいなそういう態度は落ち着いていったなと思います。その代わりちゃんとスーパーに行く前に告示をして見通しをちゃんと立ててからスーパーの中に入るっていうことが大事ではあったんですけれどね。でも朝日がちゃんとそうやって我慢できた時はやっぱりいい行動、良かったって思う行動は具体的に我慢できたねとか、おやつの約束守れたねってちゃんと褒めて強化してあげていくということを積み上げていけば、そういう行動も増えていったなというふうに思います。だからといって毎回スーパーに行くときにそれができたかっていうと、正直そうでもないし、できる日もあればできない日もあったり、効果的に効く日もあれば全く効かない日もあったりして、成功と失敗を積み重ねながら、諦めずに積み上げていくっていうことが大事なのかなと思います。あとは YouTube でも結構紹介はしているんですが、お子さんに合ったリラックスグッズを何か見つけてあげるといいのかなと思います。朝日も結構いろいろ使ってたんですけれども、ぷにゅぷにゅしたものとかスクイズとか、お子さんによってはね、刺激があるもの、トゲトゲしたものがいいとかね、ふわふわな肌触りのいいものがリラックスできるとか、いろいろあると思うんですけれども、何かそういうものを一つでもね、見つけたら、イライラした時に使えるんじゃないかなと思います。朝日も学校の方で先生にビーズクッションをね、借りたりとか、そういう時期もありましたし、あと、100均とかにもあるオイルタイマー、それが、イライラした時に見つめていると気持ちが落ち着くっていう、そんな時期もありましたね。あと、お気に入りのぬいぐるみとかね、そういうのも持っていると、外出先でパニックになった時とか、気持ちが不安定になった時に持っていると全然違うのかなと思ったりします。はい。結構、癇癪で悩まれる方っていうのは多いんじゃないかなと思いますので、今回我が家の癇癪にまつわるエピソードをたっぷりとお話しさせていただきました。
YouTube チャンネル虹色の朝日の方では、朝日が実際に使っている様子とか、その他にもおすすめの、療育グッズなどいろいろとご紹介しておりますので、そちらの方もぜひチェックしてみてください。ということで本日の配信は以上になります。それではまた次回の配信でお会いしましょう。虹色の朝日こときみかでした。